レッスン1、ルームチャージの決済。アンナ、出発する前に部屋の料金が全部決済されているか確認しておきましょいい考えだね。ジョン語でサプライズなんてしたくない。う。絶対に。これらのことは常に前もって処理しておいた方がいいです。同感です。これはスムーズなチェックアウトプロセスを保証するための責任あるアプローチです。その上、すべてが処理されていることを知っているので安心できます。間違いなく。途中で心配することが一つ減りました。さらに、後で誤解や論争を避けることができます。それは本当です。どんな問題でもすぐに対処した方がいい。また、未払いの請求書はすべて速やかに決済することをお勧めします。絶対に。施設とそのサービスへの敬意を示しています。そして、それは他の人にとっても良い手本となります。はい、責任ある旅行者になることは重要です。それでは、早速部屋代を精算していきましょレッスン2、旅行書類の整理。アンナ、必要な旅行書類がすべて揃っていることを確認する必要があります。その通りだ。ジョン。行く前にすべてを整えておくことが肝心だ。パスポートが有効で、有効期限が切れていないかどうかを確認する必要があります。絶対に。有効なパスポートがないと旅行できません。また、必要なビザや許可証があることも確認する必要があります。はい、目的地の入国要件を確認することが不可欠です。旅行制限や特別な規制を見逃してはなりません。その通り。必要な特定の書類があるかどうかを把握しておく必要があります。また、重要な書類のコピーも安全な場所に保管する必要があります。いい点だ。ジョン。常にバックアップを取っておくのが賢明です。また、予防接種や診断書が必要かどうかも確認する必要があります。はい、私たちの健康と安全を優先すべきです。レッそれでは、スン3、すべての旅行書類が整っていることを再確認しましょう。あなたはどう、アンナ？国立公園に行ったことはありますか？はい、ジョン。いくつかの国立公園を訪れる機会がありましたが、素晴らしかったです。信じられないね。アンナずっと国立公園に行きたいと思っていました。息を飲むような自然の美しさと自然とつながる機会を提供します。想像できます。どの国立公園に行ったの？イエローストーン国立公園とヨセミテ国立公園を訪れました。うわぁ、これらは2つの象徴的な公園です。何が一番楽しかったですか？イエローストーンでは、オールドフェイスフルガイザーのような地熱地帯が魅力的でした。それはユニークな経験だったに違いありません。ヨセミテはどう？ヨセミテのそびえ立つ花崗岩の崖と見事な滝には畏敬の念を抱きました。その風景の壮大さを想像できます。ハイキングに行ったの？はい、美しいハイキングに出かけ、息を飲むような景色を目の当たりにしました。忘れられない経験のようですね。旅行のバケットリストに国立公園を必ず追加します。
私はそれを強くお勧めします、ジョン。自然にはたくさんの魅力があり、国立公園は自然を探索するのに最適な方法です。すぐに旅行の計画を立てるよ。アンナ、あなたの経験を共有してくれてありがとレッスン4、必要なものを見つける。う。アンナ、買い物中に必要なものはすべて見つかりましたか？まあ、ほとんどすべて。私のお気に入りのブランドの靴から外れていました。それは残念だ。代替案は見つかりましたか？はい、別のブランドで似たようなスタイルを見つけました。それは聞いてよかった。時には柔軟に選択しなければならないこともある。絶対に。適応して適切な代替案を見つけることが重要です。リストにある他のすべてのアイテムを見つけることができましたか？はい、幸いにも他のすべてが利用可能でした。それは素晴らしいです。品切れになるとイライラすることがあります。はい。ただし、バックアップ計画や代替オプションを念頭に置いておくことは常に良い考えです。間違いなく、準備を整え、様々な可能性を受け入れることは役に立ちます。そして時々、私たちはもっと好きになる新製品を発見します。それは本当です。様々なオプションを検討する価値は常にあります。だから、靴がなくても、見つけたものには満足しています。レッスン5、ベジタリアンオプション。ええ、そうです。彼らはそうします。いろんなベジタリアンがいる。すみません、ジョン。でもあなたの会話を耳にせずにはいられませんでした。ああ、ごめんなさい。何か間違ったことを言ったっけ？いいえ、全くありません。多くの場所で様々なベジタリアンオプションが提供されていることを伝えたかっただけです。それは本当です。様々な食事の好みに応えることが重要です。絶対に。菜食主義はますます人気が高まっています。そして、レストランやカフェがこれを認め、受け入れているのを見るのは素晴らしいことです。はい、すべてのお客様に対する包括性と配慮を示しています。完全に同意します。多様な選択肢を用意しておくことは重要です。そして、それは菜食主義者だけのものではありません。多くの人がより健康的な選択肢としてベジタリアン料理を楽しんでいます。それは良い点です。ベジタリアンの食事は栄養価が高く美味しいです。ですから、外食時にベジタリアンのオプションがあることを知って嬉しいです。間違いなく、誰もが楽しめるものを見つけやすくなります。レッスン6、修士課程を目指して。修士課程に進もうと決めたんだ。それは素晴らしい。どの分野に興味がありますか？研究を行い、この分野の認知の理解に貢献することを目指しています。それは魅力的に聞こえます。特定の重点分野を選択しましたか？はい、私は特に注意が記憶に及ぼす影響を研究することに興味があります。それは難しいトピックです。研究にはどのようなアプローチを取る予定ですか？実験を行い、データを分析して、新しい洞察を発見します。それは厳しいプロセスのように思えます。
ワクワクしてる？絶対に、この分野に有意義な貢献をしたいと思っています。きっとあなたは素晴らしい仕事をするでしょう。勉強頑張ってください。ありがとう。皆さんのご支援と励ましに感謝します。どういたしまして。あなたの研究成果を聞くのを楽しみにしています。必ず最新情報をお伝えします。アンナ、ありがとレッスン7、意思決定の評価。提案を確認しましたが、全体的には公平だと思われます。それは聞いてよかった。何か気になることはある？はい、お話ししたいことがいくつかあります。もちろん、それらを見ていきましょう。具体的に何が気になるの？タイムラインとそれが現実的かどうか心配です。それは最もな懸念事項です。この問題をチームに報告しましたか？まだですが、次の会議で取り上げる予定です。これは積極的なアプローチです。他にどのような懸念がありますか？また、特定の側面の予算配分についてもよくわかりません。これらの詳細を明確にすることが重要です。財務部には話したことがありますか？まだですが、詳細については連絡します。それは賢明な決断です。これらの懸念事項に前もって対処することが重要です。同感です。すべてが適切に対処されていることを確認することが重要です。何か手伝えることがあれば教えてください。頑張って、ジョン。ありがとう、アナ。あなたのサポートとアドバイスに感謝します。レッスン8、事務ルーチン。毎日どれくらいの時間事務で過ごしますか？状況は様々ですが、平均して約1時間半かかります。これはかなり専用のワークアウトルーチンです。どんなエクササイズをしますか？ウェイトリフティングとストレッチのエクササイズの組み合わせに焦点を当てています。リフティングとストレッチの時間をどのように分けていますか？私は通常、ウェイトリフティングに約45分、ストレッチに45分を費やします。これはバランスの取れたアプローチです。フォローしている特定のプログラムはありますか？はい、パーソナルトレーナーがデザインしたカスタマイズプログラムがあります。それは素晴らしいです。モチベーションを保つにはどうすればいいの？具体的な目標を設定し、定期的に進捗状況を追跡しています。それは賢い戦略です。一貫性を保つためのヒントはありますか？好きなエクササイズを見つけて、定期的にジムに行く習慣をつけましょう。洞察を共有していただきありがとうございます。そのことは心に留めておきます。どういたしまして。フィットネスの旅で頑張ってね、ジョン。レッスン9、チームワークの力。チームワークがあればどんな雑用の問題も解決できます。これ以上は同意できませんでした。物事はずっと簡単になるだろう。全員が貢献することで、タスクをより効率的に完了できます。絶対に。共通の目標に向かって協力することが不可欠です。チーム環境では、コミュニケーションとコラボレーションが重要です。
それは本当です。全員が同じ考えを持っていると、物事はスムーズに進みます。各チームメンバーの貢献に感謝し、認めることが重要です。間違いなく、全員の努力を認めることで、士気とモチベーションが高まります。また、課題が発生しても、団結したチームが効果的な解決策を見つけることができます。正確に、チームワークは多様なスキルと視点を結びつけます。チームワークがあれば素晴らしいことを成し遂げることができると信じています。私は同じ信念を共有しています。力を合わせれば、どんな障害も乗り越えられる。レッスン10、ストレス管理。どのようにストレスを管理していますか？深呼吸と瞑想はとても役に立ちます。深呼吸について聞いたことがありますが、その仕組みを説明していただけますか？深呼吸とは、ゆっくりと深呼吸をして心身をリラックスさせることです。それはシンプルでありながら効果的ですね。どれくらいの頻度で練習していますか？特にストレスの多い瞬間には、深呼吸を毎日のルーチンに取り入れるようにしています。特定の技術が必要なのか、それとも誰でもできるのか？誰でもできます。静かな場所を見つけ、気持ちよく座って、呼吸に集中してください。瞑想はどう？ストレス管理にどのように貢献するのでしょうか？瞑想は心を落ち着かせ、心の平安を見つけることができます。注意力を集中させ、その瞬間に存在することが必要です。おすすめの瞑想の種類はありますか？マインドフルネス瞑想やガイド付き瞑想など、様々なタイプがあります。探求して、自分に最適なものを見つけるのは良いことです。普段、どれくらいの時間瞑想をしますか？私は通常、10から15分の短いセッションから始め、快適になるにつれて徐々に時間を増やします。それは役に立ちます。ストレスを解消するために、深呼吸と瞑想を試してみます。それを聞いて嬉しいよ。一貫性が鍵だということを忘れないでください。ガイダンスが必要な場合は、遠慮なく連絡してください。ありがとう、アナ。あなたのアドバイスとサポートに感謝します。どういたしまして、ジョン自分を大切にして、健康を優先しなさい。私がします。アンナ、ありがとう。レッスン11、キッチンカウンターにアイテムを置いておく。キッチンカウンターに置いておいてください。よし、すぐにやるよ。ありがとう、アナ。そこで見つけられると便利です。わかりました。全部見える場所に置いておくよ。それは素晴らしいことです。物を探す手間が省けます。物事を簡単にするお手伝いをさせていただきます。アンナ、あなたの資料深さに感謝します。全く問題ありません。お手伝いできて嬉しいです。あなたの援助は私にとって常に貴重です。ありがとう、ジョン。お役に立ててよかったです。アンナ、助かりました。そばにいてくれて感謝しています。嬉しいよ、ジョン。私はあなたをサポートするためにここにいます。
レッスン12、重要な詳細の確認。良い点です。それも確認しておきましょう。絶対に。重要な詳細を見逃してはいけない。同感です。我々の仕事は徹底的に行うことが極めて重要だ。ダブルチェックにより正確性が確保され、間違いが回避されます。それは本当です。それは私たちが高い基準を維持するのに役立ちます。時間をかけてすべてを注意深く見直すべきです。同意した。後悔するよりは安全である方がいい。成功には細部へのこだわりが不可欠です。それは私たちのプロ意識と献身を示しています。私たちは常に優れた仕事をするよう努めるべきです。絶対に。隙間から滑り落ちないようにしましょレッスン13、到着の遅れ。待たせてごめんなさい。大丈夫です。私たちはみんな時々遅れます。ご不便をおかけして申し訳ありません。心配しなくていいよ。こういうことが起こる。理解してくれてありがとう、アンナ。人生は予測不可能です。私たちは柔軟でなければならない。あなたの言う通りだ。今しばらくお待ちください。全く問題ありません。準備ができたらここにいるよ。これからの遅延を避けるために最善を尽くすつもりです。私たちが求めることができるのはそれだけです。前に進みましょう。ありがとう、アナ。あなたの理解を大切にします。嬉しいよ、ジョン。早速始めましょう。レッスン14、支払い条件の合意。双方にとって有効な支払い条件はどうなっているのでしょうか。相互に有益な取り決めを見つけなければなりません。双方のニーズを考慮することが重要です。様々なオプションについて話し合い、妥協点を見つけることができます。それは理にかなっているように聞こえます。オープンな会話をしよう。透明性は交渉の鍵です。同意した。期待についてはっきりさせておくべきだ。両者を満足させる合意に達することができます。それが目標です。ビジネスでは公平さが重要だ。うまくいく解決策を見つけることができると確信しています。共通点を見つけていただきありがとうございます。嬉しいよ、ジョン。双方にメリットのある結果に向けて努力しましょう。レッスン15、水分補給。1日に少なくとも8杯飲んでください。素晴らしい。見るのも重要です。私たちが毎日消費する水の量。その通り。水分補給は私たちの健康にとって極めて重要です。十分な水を飲むと、体が正常に機能し続けます。消化と循環にも役立ちます。さらに、肌に潤いと輝きを与えます。絶対に。水には多くの利点があります。水分補給を習慣にすることが不可欠です。
どこへ行っても水筒を持っていくべきだ。それはいい考えだ。定期的に飲むことを思い出させてくれます。全体的な健康のために水分補給を優先しましょう。同意した。健康と水分補給をよろしくお願いします、アンナ。乾杯、ジョン。さあ、自分の面倒を見よう。レッスン16、適切な経験を持つ候補者の優先順位付け。当社の成功には、関連する経験を持つ候補者を採用することが不可欠です。絶対に、ジョン。これにより、新入社員がすぐに作業を開始し、貢献できるようになります。経験を積むことで、候補者は貴重なスキルや知識を身につけることができます。その通りだ、ジョン。これにより、学習時間が短縮され、生産性が向上します。さらに、経験豊富な候補者は、困難な状況に効果的に対処できることがよくあります。絶対に、ジョン。彼らはすでに似たような状況に直面していて、その対処方法を知っています。また、適切な経験を持つ候補者を優先することで、広範囲にわたるトレーニングの必要性も最小限に抑えられます。それは妥当な点だ、ジョン。会社の時間とリソースを節約できます。さらに、経験豊富な候補者は、成功の実績がある可能性が高くなります。その通りだ、ジョン。それは彼らがそれぞれの役割を果たす能力に自信を与えてくれます。全体として、適切な経験を持つ候補者を優先することは、採用における戦略的なアプローチです。これ以上同意できないわ、ジョン。これにより、私たちには熟練した有能な労働力が確保されます。絶対に、アンナ。これは当社の長期的な成功への投資です。レッスン17、メニューには筋肉もあります。エキゾチックな料理を提供するこの新しいレストランについて聞いたことがあります。メニューには筋肉まであります。ああ、本当に？それはかなり珍しいことのように聞こえます。しかし、私はもっと伝統的で倫理的な食べ物の選択にこだわりたいと思っています。それは理解できます、アナ。他にも美味しいオプションはたくさんあります。絶対に、ジョン。様々な味の様々な料理を探すことができます。いい考えだね、アンナ。今まで味わったことのないエキゾチックなフルーツを試すこともできます。はい、フルーツは爽やかで健康的な選択肢です。これは私たちの味覚を満足させる素晴らしい方法です。絶対に、アンナ。バランスの取れた多様な食事をとることが重要です。同意するよ、ジョン。食べ物そのものが冒険になりうるのは興味深いね。確かに、アンナ。様々な食べ物の選択肢を探求することで視野を広げることができます。その通りだ、ジョン。彼らの料理を通して新しい文化を体験する機会です。絶対に、アンナ。食べ物には人と人をつなぎ、思い出に残る体験を作り出す方法があります。レッスン18、誤ってシャツのボタンを破ってしまった。すみません、アナ。ちょっと問題があります。シャツのボタンを誤って破ってしまった。ああ、いや、ジョン。それは残念だ。簡単に交換できるボタンなの？
はい、標準のボタンです。代替品を見つけて縫い直せると思います。ほっとしたよ。ジョン軽微な問題で修正できるのは素晴らしいことです。絶対に、アンナ。ちょっとした不便で簡単に解決できます。交換用のボタンを探すのに助けが必要な場合はお知らせください。喜んでお手伝いします。ありがとう、アナ。もうすでに感謝します。マッチするボタンが見つかるか見てみます。それは計画のようだ。ジョン君ならすぐに直せると確信しているよ。頑張るよ、アナ。基本的な縫製技術があることはいつでもいいことだ。絶対に、ジョン。そんな小さな修理をこなせると結構役に立つ。確かに、アンナ。いろいろな場面で身につけておくと便利なスキルです。レッスン19、購入する前に試着しましたか？きつすぎる靴を誤って買ってしまいました。買う前に試着しておけばよかった。大丈夫だよ、ジョン。それは最高の人にも起こる。買う前に試着した？残念ながら私はしませんでした。急いでいたので、きつすぎるとは思いませんでした。購入する前に必ず靴を試着することをお勧めします。正しいフィット感を得るのに役立ちます。教訓を学んだよ。アンナ、次回はもっと注意するよ。それは賢明なアプローチだ。ジョン、時間をかけて靴を試着し、履き心地を確認することが重要です。絶対に、アンナ。快適な靴は私たちの健康と足の健康にとって不可欠です。これ以上同意できないわ、ジョン。ぴったり合うものを見つけるのに時間をかける価値はあるよ。確かに、アンナ。これは小さな一歩で、将来的に生じる不快感や潜在的な問題から私たちを救うことができます。レッスン20、期間について考えたことはありますか？内定を検討しているが、契約期間がわからない。それは考慮すべき重要な側面です、ジョン。契約期間と、それが長期目標とどのように一致するかについて考えたことはありますか？はい、アンナ。特定の期間にコミットすることの長所と短所を比較検討しています。契約期間が両当事者にとって有効かどうかを評価することが重要です。絶対に、アンナ。期待とコミットメントを明確にすることが不可欠です。柔軟な契約期間の可能性について雇用主と話し合ったことはありますか？はい、アンナ。交渉の余地がないかを探るために会話を始めた。それは積極的なアプローチだね、ジョン。これにより、相互に有益な解決策を見つけることができます。契約期間が将来のキャリアの見通しにどのように影響するかを考慮することが重要です。絶対に、ジョン。それが自分の長期的な目標や願望に合っていることを確認したいのです。確かに、アンナ。時間をかけて契約期間を評価するのは賢明な決断です。これは仕事に対する全体的な満足度や職業上の成長に影響を与える重要な要因です。そうだよ、アンナ。自分の状況に最適な情報に基づいた決定を下すことが重要です。
絶対に、ジョン。あなたのキャリアジャーニーは、よく考えて導かれるべきです。同意します、アナ。短期的なコミットメントと長期的な目標の適切なバランスを見つけることです。レッスン21、準備をして家を出る。常に準備しておくのは良いことです。もちろん、準備をしておけば、時間とストレスを節約できます。同意した。いつもは午前7時に家を出るけど、あなたはどう？私はほぼ同じ時間、午前7時30分に出発します。早いです。目を覚ますのが難しいと思いますか？時々ですが、寝坊しないように複数のアラームを設定しています。それは良い戦略です。十分な睡眠をとるために、早めに寝るようにしている。睡眠は私たちの健康にとって重要です。私もそれを優先しています。自分の面倒を見るのは素晴らしいことです。前日の夜に準備もします。それは賢いことです。前もって服を並べてカバンを詰めます。朝の時間の節約になりますよね。間違いなく。全部掴んでいける。毎日の朝の日課がスムーズに過ごせますように。ありがとうございます。なるべく効率的になるよう心がけています。レッスン22、週末の計画。週末が近づいています。何か予定は？そうでもない普段はリラックスしてのんびりするのが好きです。それはいいですね。家で過ごすのも楽しい。忙しい1週間の後に充電するのに最適な方法です。絶対に。時々、お気に入りのテレビ番組に追いつくことがあります。私もそうします。ちょっとしたエンターテインメントがあるのはいいことだ。同感です。余暇の時間を見つけることは大切だ。間違いなく。あなたはどう？週末は何か予定ある？まだですが、天気が良ければハイキングに出かけるかもしれません。それは素晴らしいですね。自然はとても爽やかです。はい、アウトドアとつながるのに最適な方法です。あなたが何をしようと決めたとしても、素晴らしい週末を過ごしてください。レッスン23、スタイリッシュなチョイス。新しい服を買わなくちゃ。おしゃれな服があるといいんだけど。きっと気に入るものが見つかるよ。選択肢はたくさんある。それは本当です。自信を持てる服を見つけることが大切です。絶対に。上品な服装は自尊心を高めることができます。同感です。それに、ワードローブを更新するのはいつでもいいことです。新しいスタイルやトレンドを試す絶好の機会です。さまざまなオプションを検討するのを楽しみにしています。ファッションに詳しい友達におすすめを聞くこともできます。それはいい考えだ。セカンドオピニオンをもらうことはいつでも役に立つ。ショッピング体験も楽しんでみましょう。レッスン24、他の人を励ます。
私は模範を示して導くことを信じています。こっちも同じ。他の人にも同じことをするように進めるべきです。絶対に。私たちの行動は他の人たちにポジティブな変化をもたらすことができます。周りの人を支え、やる気を起こさせることが重要です。私たちは経験を共有し、必要に応じてガイダンスを提供することができます。そうすれば、成長と進歩の文化を築くことができます。同感です。力を合わせれば、違いを生むことができます。他の人たちが自分の可能性を最大限に発揮できるように励ましましょう。それは素晴らしい考え方です。それを共有できて嬉しいです。レッスン25、予約をする。それはうまくいきます。予約してもらえませんか？もちろん。予約を代行します。ありがとう、アナ。ご協力に感謝します。全く問題ありません。喜んでお手伝いします。あなたのような信頼できる人がいるのは素晴らしいことです。私はできる限り助けられるように最善を尽くします。あなたは素晴らしい仕事をしています。改めてありがとうございます。どういたしまして、ジョンをお手伝いできて光栄です。レッスン26、健康を維持するためのヒント。ねえ、健康でいるためのコツはありますか？絶対に。バランスの取れた食事は不可欠です。他に何ができる？定期的な運動も重要です。どれくらいの運動をすればいいですか？1日に少なくとも30分の運動を目指してください。それは実行可能に聞こえます。他に何かアドバイスはありますか？十分な水を飲んで水分補給をしてください。良い点です。他に何か？健康全般をサポートするために十分な睡眠をとってください。睡眠を優先しようと思います。他にヒントはありますか？過度のストレスを避け、リラックスする方法を見つけてください。それは理にかなっています。最後のヒントは？心の健康にも気を配ることを忘れないでください。それを心に留めておくよ。アドバイスありがとう。レッスン27、ターゲットオーディエンスにリーチする。どのようにしてターゲットオーディエンスにリーチしますか？私たちはソーシャルメディアキャンペーンを利用しています。どのプラットフォームが最も効果的ですか？ターゲットオーディエンスにもよりますが、Facebook と Instagram が人気です。キャンペーンを成功させるにはどうすればよいでしょうか？魅力的なコンテンツを作成し、ターゲットを絞った広告を使用することにより、キャンペーンの効果を測定するのはどうですか？リーチ、エンゲージメント、コンバージョンなどの指標を分析します。キャンペーンをどのように改善できるか？広告を継続的に監視及び最適化することにより、他に使える戦略はありますか？インフルエンサーとのコラボレーションやメールマーケティングも効果的です。興味深い。最後に何かアドバイスはありますか？最新のトレンドを常に把握し、それに応じて戦略を調整してください。
レッスン28、契約の条件。契約条件を受け取りました。具体的にどのような点をお探しですか？支払い条件と配送スケジュールに興味があります。支払い条件について何か気になることはありますか？請求書から30日以内に支払いが行われるようにしたい。それは理にかなっているようです。そして、配送スケジュールは？配達予定時間と遅延による罰則について明確にする必要があります。それらの点を確認して、折り返しご連絡します。他に何か？保証条件を知っておくと役に立ちます。必ずレビューに含めます。他に何かポイントは？また、解約条項や紛争解決手続きについても確認する必要があります。レッスン29、順序の調整。もちろん、お好みに合わせて調整できます。何が好きですか？素晴らしい。じゃあカレーで行くよ。注目。特定のレベルの辛さで好きなものはありますか？中程度の辛さが私にはぴったりでしょう。よし、中程度の辛さです。他に何か？カレーに野菜を追加してもらえませんか？もちろん、様々な野菜を追加できます。特定のものはありますか？ピーマン、人参、ブロッコリーが好きです。注目。その野菜をカレーに盛りましょう。他に何か？それがすべてです。私の好みに対応していただきありがとうございます。レッスン30、新しいスマートフォンとスピード。ねえ、新しいスマートフォンを見たことがありますか？はい、見た目は素晴らしいです。何を探してるの？もっと速い電話が欲しい。今使っているのは遅すぎる。わかりました。スピードは絶対に重要です。パフォーマンスを速くするには、どの電話をおすすめしますか？XYZ ブランドの最新モデルは、優れたスピードとパフォーマンスを備えています。それは有望に思えます。いいカメラもついてる。はい、高度な機能を備えた高品質のカメラが搭載されています。パーフェクト。バッテリー寿命はどう？バッテリー寿命も素晴らしく、通常の使用で一日中持続します。それこそまさに私が必要としていることです。他に注目すべき機能はありますか？収納容量が大きく、おしゃれなデザインです。私にぴったりの電話のようですね。調べてみるよ。レッスン31、スピーキング能力。スピーキング能力は、今日の世界では貴重なスキルです。完全に同意します。効果的なコミュニケーションは多くの扉を開きます。個人的及び職業的関係に役立ちます。絶対に。良好なコミュニケーションは信頼と理解を築きます。また、アイデアや考えを明確に表現するのにも役立ちます。それは本当です。これにより、メッセージが適切に伝えられます。さらに、自信と自尊心を高めます。
間違いなく、上手に話すことはポジティブな印象を与えます。スピーキングスキルを向上させるために時間をかける価値はあります。同感です。練習と学習は大きな違いを生むことができます。私たちはコミュニケーションを強化する機会を模索すべきです。それは素晴らしいアイディアだ。ワークショップやコースは有益な場合があります。また、様々な人々と会話することもできます。はい、それは私たちを様々な視点やアイデアにさらします。効果的な講演者になるには、継続的な改善が鍵となります。レッスン32、アイランドエクスペリエンス。うわ、すごいですね。島はどんな感じだったの？息を飲むほどでした。手つかずのビーチと豊かな緑があちこちにあります。ユニークなランドマークやアトラクションはありましたか？はい、崖の上に素晴らしい灯台がありました。それは周囲の素晴らしい景色を眺めることができたに違いありません。絶対に。ターコイズブルーの海と遠くの島々が見えました。シュノーケリングやサーフィンなどのウォーターアクティビティを試しましたか？はい、シュノーケリングに行って、色とりどりのサンゴ礁や魚を見ました。それは信じられないですね。ぜひ体験してみたいです。本当に忘れられないものでした。自然の美しさは最高でした。今、同じような島への旅行を計画したいと思っています。私はそれを強くお勧めします。がっかりすることはないよ。あなたの経験を共有してくれてありがとう。夢のようですね。レッスン33、退職後の計画。退職の準備には十分な時間があるはずです。同感です。私たちはこの退職を快適にしたいと思っています。まず、明確な財務目標を設定する必要があります。それは不可欠です。集中力を保ち、モチベーションを保つのに役立ちます。また、自分のライフスタイルや希望する定年年齢も考慮する必要があります。絶対に。それは私たちの財政的ニーズを見積もるのに役立ちます。安全な未来には、賢明な貯蓄と投資が不可欠です。はい、様々な投資オプションを検討する必要があります。また、計画を定期的に見直し、調整することが重要です。同意した。状況は変わる可能性があるため、柔軟性が重要です。また、医療や保険のニーズも考慮する必要があります。間違いなく。医療費の計画は不可欠です。入念な計画を立てれば、安心して退職することができます。レッスン34、ポーションコントロール。分量をうまくコントロールできるように手伝わないと。それは賢いやり方だ。ポーションコントロールは健康にとって重要です。もう一つのヒントは、高カロリー食品の摂取を制限することです。絶対に。それらは体重増加の一因となります。ゆっくり食べて、一口一口味わうのも透けかります。はい、これで満腹になった時に脳が記録されます。小さい皿やボールを使うと、心を騙して満足感を得ることがあります。それは良い戦略です。
ポーションサイズを減らすのに役立ちます。食事中の注意散漫を避けることで、過食を防ぐこともできます。間違いなく、食事に集中することで、体の声に耳を傾けることができます。そして、たまに老けるのもいいですが、適度に。レッスン35、趣味。ねえ、あなたの好きな趣味は何ですか？私は読書を楽しんでいます。リラックスして学ぶには最高の方法です。読書は確かに素晴らしい趣味です。私も大好きです。あなたはどう？好きな娯楽は何ですか？私はギターを弾くことに情熱を注いでいます。それは私の逃避だ。それはすごい。音楽はとてもセラピー効果がある。完全に同意します。それは私が自分自身を表現することを可能にします。趣味は個人の成長と充実に不可欠です。日常からの脱却を促し、創造性を刺激します。絶対に。趣味は喜びと達成感をもたらします。好きなアクティビティに時間を割くことは重要です。はい、彼らは私たちの生活を豊かにし、私たちをより幸せにします。これ以上は同意できませんでした。趣味は貴重な宝物です。レッスン36、公園内のレストラン。公園内にレストランはありますか？いいえ、レストランはありませんが、食べ物を持ち込めるピクニックエリアがいくつかあります。それは知っておくと良いことです。じゃあピクニックできると思うよ。はい、それはいいアイデアかもしれません。サンドイッチやスナックは持参できます。計画のように聞こえます。飲み物も必ず用意しておきます。素晴らしい。公園では素敵な一日になりそうです。同感です。自然を楽しんだり、屋外で食事をしたりするのはいつでもいいことです。間違いなく。レストランで食べるのとは一味違います。私もそう思います。さらに、より予算に優しい場合もあります。絶対に。食べ物を持参すれば節約できる。楽しみです。楽しくてリラックスできる一日になりそうです。これ以上は同意できませんでした。公園での時間を楽しもう。確かに、素晴らしい経験になるでしょレッスン37、毛でリラックス。今日はダメだ、多分家でくつろげると思うよ。それはいいですね。たまには休憩するのもいいよ。はい、リラックスして充電する時間が必要な気がします。わかりました。セルフケアを優先することが重要です。絶対に、長期的には生産性を高めるのに役立ちます。あなたの言う通りだ。仕事とリラクゼーションのバランスを取ることはとても重要です。確かに、これにより、より集中して効率的に取り組むことができます。これ以上は同意できませんでした。だから、お家で休日を楽しんでください。ありがとうございます。それを最大限に生かして生産的な一日を過ごします。それは嬉しいですね。少し時間をとって楽しんでください。
私がします。ご理解いただきありがとうございます。レッスン38、スナック用の果物の調達。それはいい考えだ。多分リンゴやバナナみたいな果物ももらえると思うよ。それは健全な選択です。フルーツはおやつにぴったり。はい、栄養価が高く、同時に美味しいです。絶対に。それらはビタミンとエネルギーを提供します。同感です。果物を食べるといつも気分が良くなる。不健康なスナックにふけることなく、甘党を満足させる賢い方法です。間違いなく。さらに、果物は持ち運びが簡単で、外出先でも食べられます。それは本当です。さっと食べて爽やかなスナックとしてお召し上がりいただけます。健康的な選択肢を選ぶことについて、私たちが同じ考えを持っていることを嬉しく思います。私も。自分の健康を大ごとにすることは大切だ。絶対に。それでは、果物を食べておやつを楽しみましょレッスン39、雰囲気と手頃な価格。う。あのレストランの雰囲気はどう？居心地の良い雰囲気です。とても気持ちいいです。それは知っておくと良いことです。いい雰囲気の中で食事を楽しんでいます。はい、全体的な食事体験を向上させます。同感です。その雰囲気が食事をより楽しくしてくれる。間違いなく、素晴らしい食事体験をしたい気分にさせてくれます。素晴らしく聞こえます。楽しみです。しかし、価格についてはよくわかりません。高いかもしれません。それはもっともな懸念事項です。前もってメニューと値段を確認しておくべきだ。それが賢明だと思います。サプライズはしたくない。絶対に。手頃な価格も考慮することが重要です。わかってくれて嬉しいよ。情報に基づいた決定をしよう。レッスン40、ベッドの好み。よし、ホテルの部屋を予約しよう。シングルベッドとダブルベッドのどちらがいいですか？私にはシングルベッドがいいでしょう。スペースはあまり必要ないよ。よし、それを書き留めておくよ。シングルベッドです。ありがとうございます。ご検討いただきありがとうございます。問題ありません。君が快適に過ごせるようにしたいんだ。君はとても思慮深いね。きっと大丈夫だよ。それを聞いて嬉しいよ。私たちの滞在には居心地の良い部屋を用意します。はい、リラックスして休むのに快適な場所になります。絶対に。旅行中はぐっすり眠ることが大切です。これ以上は同意できませんでした。手配をしていただきありがとうございます。どういたしまして。すべてがスムーズに進むようにしたい。